はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。一本別動画撮って一回お休みして本編戻ってきたと思います。今回はそうですね、ロッカーアーム作っていこうと思いますね。部品もなんとか揃ってきたので大丈夫じゃないかな。で、JLC3DP に頼んでた 3D プリントも来ましたね。で、ロッカーアームに関しては 3D プリントで進めていきます。よいしょ。はい。仕上げ前の状態が届きましたね。はい、で、あと2個はジグですね。専用のジグ。まだ調整は必要ですけど、こんな感じで固定が容易になるためのジグを一緒に作ったので、これで固定すればいいんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうね。まずこれがスポッと綺麗に入るようにこっちのジグ側をちょっと調整しなきゃですね。ここまでは楽だけど、こっからの仕上げがめんどくさいっちゃめんどくさい。とにかくこれをちょっと削って、今隙間入っちゃってるんで、ぴったり入るように加工してきますね。よし、削ってきますね。マジックを塗って強く干渉する部分を確認していきます。マジックが消えれば強く干渉しているので、そこを先に削っていくという感じですね。OK。この状態でここで押さえて、各部穴開けですね。この辺の穴開けとここの穴開け、それとここの穴開け。それで座標をこのエッジとかで取ってこことかって開けられるんで、そのためのジグですね。よし。まずはロッカーアーム本体の仕上げを進めていこうと思います。そしたら、ベアリングシャフトやなんかを作ってきますね。で、これはこいつをここに乗せてと。で、押さえると。まずは、こことここの穴開けですね。3.3 で M4 ですね。固定用の金具ももう 3D プリントでこれもやってあるので問題ないと思うけど。どうだ。OK。まずはいつものようにセンタードリルで穴を開けて、その後ドリルを通していきます。下穴開け終わったのでタップでネジ作っていきます。
これで1個目の穴開け終わりと。これをあと7回繰り返せば OK ですね。はい、1個目終わったので2個目以降も同様にやってきます。こういう時やっぱきちんとジグがある、作ったジグがあると楽ですね。はい、ここからは同じ作業が続くのでタイムラプスで進めていきます。はい、これで最後の1個終わりと。よいしょ。これで8個揃いましたね。次はここの穴開けてきます。ここのシャフトが通る穴とこちらのローラーのベアリングシャフトの部分ですね、やってきます。次ですが、先ほどと同じような固定方法ですね。こちらで1回止めて、で裏面から止めると。これでここから固定してここも固定してでここかな、ここを起点にこことここ穴開けてきますね。1個目テストやってみますか。ここはリーマー仕上げなのでセンターもんで、その後リーマー下穴開けて最後にリーマーを通して終わりとなります。これでメインシャフト部分の穴は OK で、今座標がいいか、このままいった方がいい。こちらも先ほどと同じようにセンタードリルから始めてリーマーまで仕上げていきます。はい、これで OK と。どうやらジグの薄い部分で若干変形して取れづらくなってますね。なので次以降の加工で修正していこうと思います。これは固定方法を変えれば改善するんじゃないかと思います。まあ、微妙にずれちゃいるけどなんとかなるかな。こちらの穴を基準にこっちがちょっとずれることになりますが、こっちの方が肉が厚いので多少ずれても余裕があるのでそういう感じにします。しゃあないですね。これは 3D プリント、まあ精度悲惨というわけではないけど良くはない。正直自分で、作った方が精度はいいんですけど、まあこの辺は鋳造みたいなもんですね。鋳造の感覚でいた方がいいですね。ただ複雑な形状の時には全体の形を作るのに、
手間をかける必要がないというのは楽です。楽ですが、精度は、それなりって感じです。ずれてもいいように、準備しとくのが大事ですね。ちょっとバイスで挟むと、1、2目甘くなるんで、バイス外しますね。直付けの方がいいです。押さえる位置変えます。とりあえずまた原点出しですね。この固定方法なら穴開けの時に不安が少ないですね。結構がっちり固定できてると思います。もうここから先は同じ動作が続くのでタイムラプスで進めていきます。ラスト1個終わりと。正直穴の位置関係さえきっちりしてればそこまで問題にはならないと思いますので、とりあえずこのまんまいってダメだったら、ブランクからまた作り直します。穴開けて、あとは残りの細々した仕上げと、ベアリングつけるのでシャフトの加工ですね、やっていきます。それではミニチュアのボールベアリングがあるので、これがここにつくんですが、このシャフトがこのままじゃ抜けちゃうのでクリップで留めるんですが、そのクリップを固定するための溝を作っていきます。はい、ちょっと細すぎて見えないでしょうが、溝入れ専用のバイト作りました。これでスナップリングの溝を作れると思います。とりあえずではセットして、端から 2.1 ミリの位置に溝を掘ればいいはずです。両端。片方スナップリングはめました。でこれに、刺してでベアリングを入れてスナップリングを入れてと。これで抜けない。いいね。今ベアリングシールドベアリングですけど、これ本番用のは開放タイプ使う予定ですね。もう用意はしてあるんですけど、寸法合わせだけなら持ってたシールドでやった方がゴミが入らなくていいですからね。よし、いいね。じゃあこれをあと7個やってきます。予備も欲しいので8個くらいはやっときましょうか。
これで、仮組みした1個とその他8個予備を含めて出来上がりました。あとはシリンダーヘッドに組み付けるためのシャフトの準備ですね、やっていきます。ロッカーアーム用のシャフト4本、これは既製のものですね。普通に通るので問題はないです。動きもいいですね。動きも悪くないので、これはこれでいいんです。現状だとここ綺麗に入らないので、これが綺麗に入るように、まずは、ここの壁を少し削って調整します。では、またシリンダーヘッドの加工に移ってきますね。はい、水平セットできたんで、削っていくんですけど、1出し用の起点っていうのがいまいち取れてないんで、もう目視による起点探しですね、今回はやっていこうと思います。要はこのバルブガイドの穴ですね、穴中心でセンター出して、そこからロッカーアームが入るだけここの壁を削っていくっていう感じですね。もし広くなりすぎたらシムを入れて調整です。1箇所目終わったので、続いてその隣の2箇所目進めてきます。やり方は1箇所目と全く同じですね。なのでここもどんどんタイムラプスで進めていこうと思います。ここの壁際のところ1ミリぐらい削り白作っとく方が良かったですね。そうすれば両側ピシッと削って綺麗な面作れたんで、今後の課題だね。なかなかやってみないと見えてこないことが多いね。とりあえず全部入るようにはなったと。それではこいつをロッカーアームを組んじゃいますね。まずはベアリングだけ入れるって感じですけど、調整の方はまだ後でやります。まずベアリング入れる前にシャフトの片方にクリップくっつけてきますね。そしたらベアリングを入れてと。残りもどんどん組み立てていきます。はい、こんな感じで調整用のネジもつくんで OK ですね。今回は整備性考えて一応
大丈夫だと思うんですけどね。ダメならまた設計変更は必要になってきちゃいますね。よし。まあ軽く固定だけしちゃいますか。では残りもどんどん組み立てていきます。まあ先ほどと同じなので簡単ですね。ただシャフトを通すだけです。組み立て終わったので全体を見ていきます。まだバルブガイド合わせてないので距離が全然合わないですけど、まあバルブがつくとこんな感じで。まあまだ高さ何にも合わせてないのでどうにもなんないですけど、これバルブあと2ミリぐらいは沈んでいくんですよね。そうするといい位置に来ると思います。まあそれでダメなら、またロックアームの設計変更は必要でしょうけど、今のところはこのままいきます。今回の作業はここで終わりとなります。なんとかある程度ロックアームは一応形にはなったと。ただ今回の問題点としては 3D プリントの精度ですね。外注した時の精度いまいち良くないんですよね。確かに仕上げは楽です。圧倒的に楽なんですけど、精度が出ないんじゃどうしようかなっていう感じです。ただこれを前みたいに自分で全部作るとなると結構手数というか手順を考えるのがしんどかったんで、使いどころ次第ですね。3D プリントに関しては鋳造の上位互換ぐらいの感覚でいた方がいいですね。切削加工ほどの精度は出せないけど鋳造よりはずっと良いっていうイメージです。次回ですが、次回はそうですね、カムシャフトかバルブシートの仕上げですね。そのどちらかやってきます。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。